サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ、健康料理研究家の青です。今回のサラディークッキングはつぶつぶが楽しいお手軽タブレです。イエーイ。これまでサルサそうめんとタコライスを紹介してきまして、サルサベースは常備すると便利だよと話しましたが、今回はそのアレンジ編ということになります。同じベースを使ってパクチーではなくパセリを使ってサラダを作ります。ちょっと欲張って定番のクスクスと私の好物の大麦、お手軽なオート麦の3つのタブレをお伝えします。まずは Today's Word。 タブレについて解説しましょう。日本ではタブレという言い方で定着していますが、タブレ、タブーレ、タブーリ、タブリなどなどいろんな言い方があります。それは英語でも同じようです。元はアラビア語のようで、調味料とか浸すという意味の言葉から来ているようです。タブレはパセリサラダと言ってもいいくらいパセリもりもりのサラダです。日本では付け合わせ的にしか食べないパセリをもりもり食べることに、私も初めて食べた時には驚きでした。他にトマト、玉ねぎなどにブルグルという雑穀やクスクスを加えて、オリーブオイル、レモン汁、塩コショウで味付けするシンプルな料理です。発祥はレバノンやシリアの産地と言われています。地中海地域やアラブ世界に広まって、フランスやアメリカでも親しまれるようになりました。タイでしたらレバノン料理屋さんでいただくことができますね。アメリカにいるフランス人が野菜不足だなって感じたら、レバノン料理屋に行くっていう話を聞いたこともあります。レバノンでは7月第1土曜日がタブレの日、レバニーズナショナルタブレデーなんだそうです。いかにタブレが愛されているかわかりますね。パセリもりもりと言いましたが、実は日本やタイで食べられているパセリとはちょっと違うんですよね。いわゆるイタリアンパセリという見た目がパクチーに似ているようなパセリを使います。地域によってパセリがたっぷりの緑のサラダにするところと、穀類やトマトを多くして華やかなサラダにするところがあります。タイではイタリアンパセリはなかなか高価なので、この動画では普通のパセリを使いますね。タブレの基本の材料はパセリ、トマトと玉ねぎ、ニンニク、ミントと細ネギ、オリーブオイル、レモン汁です。今回はトマト、玉ねぎ、ニンニクはサルサベースを使っちゃいます。もちろんそれぞれをその場でカットして使ってもいいのですが、サルサベースはトマトと玉ねぎの味が落ち着いて美味しいのでおすすめです。以前タブレの美味しさに感動して、要はパセリサラダよねとこの材料だけで作ったらべちゃべちゃして美味しくなかったんですよね。このサラダにはやはり何かしらの穀物が必要です。さて、そこでその穀物ですが、本来中近東ではブルグルとかブルガー麦と呼ばれる小麦を一度湯通ししてから乾燥させた全粒穀物を利用します。バンコクのスーパーでよく見かけるのですが、あると思っていたスーパーになく今回は断念。なので今ではブルグルの代わりに広く利用されているクスクスを使います。クスクスは世界最小のパスタとも呼ばれています。次に私の好物の大麦。タイでは丸麦が一般に売られていて、とっても安く手に入るので嬉しいです。そして最近はアスリートやダイエッターにも注目されているオート麦。私はよくお茶漬けやおじやにしていただいていますが、今回はタブレにも使えるのではないかとトライしました。ではクスクスのタブレから作ってみましょう。クスクスはモロッコ料理のタジン鍋のように蒸して味を染みさせて食べる方法もありますが、手軽にサラダにも使えます。サラダや
ご飯のようにシンプルに食べるなら本当に簡単。今回はクスクスを 40g 使います。底の広い耐熱容器にクスクスを入れて、オリーブオイル小さじ1と塩を1つまみ入れてかき混ぜて、クスクスと同量の熱湯を注ぎます。蓋かラップをして5分くらい蒸らして出来上がりです。パセリ 50g をみじん切りにしてください。サルサベースは 80g 用意します。レモン汁大さじ1を絞っておきましょう。ミントは2本分の葉をみじん切りにしてください。細ネギもみじん切りで大さじ1杯ぐらい。そして塩コショウ適量、オリーブオイル大さじ1です。パセリとサルサベースを混ぜます。ミント、細ネギも加えてよく混ぜます。戻したクスクスをよくほぐします。あらかじめクスクスにレモン汁を絞って浸しておくという方法もありますが、ここではそのまま使いました。クスクスを加えてよくかき混ぜて、ここにレモン汁、オリーブオイル、塩、胡椒をして味を整えます。ちょっと酸味が足りなかったのでレモン汁を追加しています。はい、出来上がりました。材料を揃えたらあとは混ぜるだけで簡単ですね。次に少しアレンジして大麦を使ったタブレです。今回は大麦 50g を使いました。大麦はあらかじめ茹でておく必要があるので、他のものより手間はかかりますが、水から柔らかくなるまで茹でて、柔らかくなったらお湯を捨ててざるにあけて、さっと水洗いするだけなので、細かい水の分量や時間を気にしたりする必要はなくって楽なんです。たくさん茹でて他のサラダに混ぜたり、ご飯に混ぜたり、スープに入れたり、いろんな使い方ができます。大麦をあらかじめ茹でておいたらあとはほぼ一緒ですが、黒オリーブとカシュナッツを加えました。黒オリーブ4個をスライスしてください。カシュナッツは手や包丁で適当に砕きます。パセリは少なめにして 30g、 サルサベース 80g、 黒オリーブを混ぜます。ここに茹でた大麦を混ぜます。カシュナッツを入れて、ライム汁。このタブレではタイで入手しやすいようにライムを使いました。大さじ1、オリーブオイルも大さじ1くらい、塩コショウ適量で味を整えます。つぶつぶが大きいのもあって見た目も変化しましたね。もう少しトマトの赤が生きると良かったんですが、とりあえずこれで完成です。次は超お手軽オート麦を使ったバージョンです。オート麦はインスタントというタイプを使いました。何の手を加える必要もなく、すぐ利用できるのがいいですね。オート麦は 20g 用意します。そしてコーンを加えてみました。30g。それからきゅうりも入れちゃいましょう。4センチ分くらいですかね。細かくカットしたら軽く塩をして置いておきます。パセリ 30g、 サルサベース 80g、 コーンを入れてよく混ぜます。きゅうりは
キッチンペーパーで水分を絞ってから混ぜます。オート麦 20g 入れました。ライム汁大さじ1、オリーブオイル大さじ1、そして塩コショウで味を整えます。コーンで甘みが増して食べやすくなります。きゅうりも入ってよく食べるサラダに近い感じですが、オート麦が水分を吸ってしっとりした感じのタブレになりました。はい、それぞれ完成しました。それではいただきます。タブレはピタパンと一緒に食べることにしました。ピタパンは中近東で親しまれているパンですが、半分に切るとポケット状になるので、そこにいろんなものを挟んでサンドイッチのようにして食べます。ご飯と同じでどんなおかずでもよく合います。ピタパン自体も手作りできますが、タイはスーパーで安く普通に売られているので便利ですね。ピタパンにいろいろ挟むのが一般的ですが、実はしっかり挟んでパクパクと食べてしまうとあっという間にお腹いっぱいになるので、こういう食事の時はちぎってまさに普通のパンのようにして食べたりもします。さて、タブレですが3人で試食してみたのですが、どれが好みかを聞いたら3人とも好みが分かれて面白かったです。私はつぶつぶ感がしっかりしている大麦、もう一人はオーソドックスなクスクス、そしてもう一人がしっとり甘みもあって食べやすいオート麦が好きということでした。このように組み合わせはいろいろ、お好きなようにアレンジしてみてください。サラディレストランではキヌアという雑穀を使ったタブレを出しています。他の雑穀を使ってどんどんアレンジしたらいいと思います。ハト麦や黒米、アマランサス、キビやアワなど入手できるもので楽しんでください。お子様向けには食べやすいようにツナや焼いたお肉を混ぜてもいいと思います。いかがでしたでしょうか。今回はタイで楽しむ楽々健康料理シリーズでサルサベースの使い方第3弾としてつぶつぶが楽しいお手軽タブレをお送りしました。サルサベースは他にこうして肉や魚のソースに利用したり、サラダに混ぜたりスープに使ったりもできますので常備しておくといいですよ。この動画が良かったと思ったら高評価ボタンをお願いします。さて次回は何が登場するかな。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみに。それではこの辺でサワディーカー、ホップマーカー。